空が青いな。はい、おはようございます。今日は11月の28日水曜日でございます。いやーね、すっかり朝寒くなってまいりました。はい。でね、昨日ちょっと鴨川の方行ってきたんでね、なんですかね、山をね越えてきた峠をね越えてきたんですが、すっかり、紅葉が、見どころの季節になってまいりましたんで、来週週末、なんかね、もみじロードで、紅葉のね、お祭りっていうかイベントみたいなのがあるらしいので、そちらにね行ってこようと思います。はい。それと今日はねまた午後、古民家の方の解体ね、はい、行ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで皆さんね、寒いですけど、頑張っていきましょう。はい。皆さん体調いかがですか？風邪などひいてませんか？なんか結構風邪がね流行ってて、学級閉鎖している学校もあると、聞いてますけれども、風邪なんかにね負けずに、はい、病は気からと言いますからね、はい、元気出してやっていきましょうということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。よいしょ。はい、こちら千秋直美。こちらなんですかね、わかんない。まあいっか。写真撮っていきたいと思います。はい、それじゃあさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それじゃあね、こちら鹿だ。鹿の子さんだ。鹿の子さんのね、飾り物いただきましたんでね、はい、こちらをねちょっとこの前作った棚に飾りたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでね、鹿の子さん飾りました。はい。で向こうはね、BS アンテナ、これもね邪魔だったんで、はい、棚につけましたということで、はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございましたということで、午後からね、はい、ドローンさせていただきたいと思います。今日はちゃんとドローンできると思いますので、それではもしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ドローンということで、午後から古民家の方にやってまいりました。はい。今日はですね、もうね、奥のお風呂とトイレと押し入れはね、全部解体しましたんで、はい、こちらね、この部屋の床ね、解体していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、じゃあね、こちらの部屋床を解体していきたいと思います。まずはねこの大きな収納部
こちらをね、ビス止めされて、はい、ということでね、また床をね解体していきたいと思います。はい、この時ね、いつもですね、毎回床解体して床下に何かいたらやだなぁと、いつも思っておるわけでございますが、大体ね、何もございませんけれども、はい、やっぱりね、ちょっと見えないものをね、開けるというのはね、嫌なもんでございます。はい。ということで、最近ね、ちょっとね、やはり風邪ひいてる人が多いような気がします。はい。でね、気温がね、寒くなったり、急に寒くなってですね、暖かくなったり寒くなったりというね、気温の変化で、だんだんね、体が、慣れてない状況で、寒くなるということで、多分ね、風邪ひいてる方が多いのかなと思いますが、私の場合ですね、はい、これね、病は気からということもありますし、私はですね、風邪なんか絶対ひかねえよと、風邪なんかひいてたまるかと、こういうふうに思考するわけでございますね。はい、そうするとですね、本当に、風邪なんかひかなくなるもんでございます。はい、何もね言わない、何も考えないとですね、やはり流れに流されて、この時期ね、季節の変わり目、風邪をひいてしまいますが、俺は絶対風邪なんかひかねえと、ひいてたまるもんかというふうにですね、思考し、思いですね、言葉で出すとですね、本当に風邪なんかひかないもんでございます。はい。ですのでね、皆さんもね、騙されたと思ってやってみてください。俺は絶対風邪なんかひかねえんだよと、そうするとですね、本当にひかないもんでございますのでね、やはり思考は実現すると、引き寄せの法則もありますけれども意外とですね、本当に、風邪とかね、あと病気ですね、病気もそうですけど、しないもんでございます。ということでつまらない話ですけどね、はい、そういうところもね、でもね、やはり人間の思考ってね、大切なんだなと思う次第でございますよ。はい。ですので、やはりね、皆さんね、思考することを忘れてしまう、思考停止状態に陥っておりませんか？意外とね、人間なんていうものは自分自身でコントロールできるもんでございます。はい。でも考えない、何も考えない、何も思考しない、何も言わないっていう風になると、周りの状況に影響されてしまうということでございますので、もしね、皆さんね、騙されたと思ってですね、やってみてください。俺は風邪なんか絶対ひかねえんだよということでね、言ってもらうと、意外と本当に風邪なんかひかないもんでございます。はい。ということで、解体ねしてっておりますが、こちらね、キッチンパネル、キッチンのとこのシンクのところのですね、ステンレスのね、かっこいいを今外してるわけでございますが、これがね、結構ね、またね、厄介なんでございますよ。はい。簡単には取れないということで、力ずくでね、取ってもですね、ステンレスが硬いもんですからね。はい、じゃあね、こちらキッチンのね、キッチンパネル取っていきたいと思います。
ステンレスがね、に穴開けて釘で打ってますんでね、これがね木だったらね、なんていうんですかね、釘のところ、バリバリって木だと破壊できるんですが、相手がステンレスなもんですから、ステンレスのねぶち切れることができないんですよ。はい。ですので、釘を抜いていくしかないということでございますので、今度はね外に回りまして、外の釘を打ってるところですね。はい、このように外していきます。はい、ということでね、手前のね部屋の床は全部剥がし終わりましたので、奥のね部屋の床をね撤去するんですが、床を撤去し終わった後に、こちらのキッチンのねステンレスを外すのはちょっと大変なもんですから、先にですね、はい、床を剥がす前に、ステンレスを剥がしていっております。はい。ということで、そうですね、やはりですね、この時期風邪ひくっていうのは結構みんな共通して言えると思うんですけれども、あとねこの時期ですね、やはりですね、朝寒いじゃないですか。ですので、やはり2度寝3度寝してしまう人が結構多いと思います。でもうちょっと寝かしてほしいとか、もう一度、ちょっとだけ寝たいとか、そういうのもね、人間ね誰しもあるんではないかなと。特にこの時期はですね、多いのではないかなと、そういうふうに思います。でもね、この時も、今日はやることがあるんだと、俺にはやることがあるんだと思えばですね、意外とすぐに起きれるもんでございますので、何もやることがない、何も考えない、何も思考しないとなると、やはりね流れに流されて、2度寝3度寝して気がつけば遅刻すると。で遅刻して仕事行けば当然その日の仕事に影響を与えて、怒られて、そして落ち込んで、また、仕事に影響が出ると、そういうようなね、サイクルになると思いますので、典型的なねダメサラリーマンとかねそういうパターンでしょうけども、皆さんもね、俺は絶対風邪ひかないと考えてみてください。ということで以上です。ということで、壁じゃねえや、天井じゃねえや、床大体終わりましたということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。これね電気消すとね真っ暗になっちゃうんですよ。こんな感じ。また明日じゃあね。